模写しても、応用力がつかない、その絵しか描けないんじゃないかと。応用力がつかない理由っていうのはですね、細部見すぎなんじゃないか問題っていうのがあります。例えばここを描いてください。このギザギザのうねうねでもう積みましたみたいなねもうそういうものの見方してたらうまくならないんですよ。ここにね、こう雪の塊があるでしょ。これが2面に見えててほしいんですよ。この側面と上の面、このギザギザを追ってもしょうがないんですよ。でキャラクターもですね同じです。例えばこう美少女キャラですごい髪の毛がさこう細かくあるっていうのも、そのギザギザをですね一個一個模写してたら多分うまくならないんですよ。あと模写してもうまくならないパターンはですね、模写してるけど自分の絵にしちゃう人、あれはリアルな、実写のデッサンしてるけど気づいたら自分の絵になっちゃう。模写する時のポイントはねもう一つなんですよ。直線とか四角縛りで描いてください。丸と四角どっちが同じ形で描きやすいですか？描けますか？丸よりも四角い方が描きやすいと思いますよ。キャラクターを直線縛りで描いてみてください。単純化して描くっていうことですね。カーブって再現するの難しいんですよ。だからそのパーツの形をカーブしてるものとして捉えるんじゃなくて、これ四角で捉えたりとか直線で描くっていうのは何かっていうと、サイズとか角度だけを意識して描くっていうことです。そもそもサイズや角度が間違ってる可能性があるんですよ。あとまずは大きく撮るとキャラクターをですね四角の中に入れる。そしてその四角の中の、場所比率を取ってみると全体の形が間違ってる可能性があるんですよね。模写にね結構その人の絵の描き方全部が、凝縮されてるんですよ。例えば顔ばっかり見ちゃうとか細かいところばっかり見ちゃうとかね。そうするとどんどん細かいところにばかり目がいくから、全体のバランスが悪くなるんですよ。自分が気になる場所、自分が目がいってしまう場所がすごく大きくなったり、全身だったら縦に伸びます。大体例えばアクションポーズとかだったら腰が大体みんな上がります。高くなります。足が伸びます。潰れた形っていうのかな、全身がしゃがんだような形っていうのが、一番難しいんですよ。描けないんですよ。なんか不思議と人はまっすぐ立ってる絵っていうのは理解しやすいんですよ。そのまっすぐ立ってる理解しやすい素体に無意識にその引っ張られてしまう、そういう形に変換してしまう。なので気づいたらそういう絵になっちゃう、形になっちゃうってことが本当よくあります。人体解剖図的なやつとかめちゃくちゃそういうのに興味があって、好きならいいんですけど、アニメとか漫画のキャラクターがもしも上手くなりたいんであればだいぶ遠い練習かもしれないです。モルフォ的なやつですよね。モルフォ的なああいうのはね、そういう人体の仕組みにまでかなり意識がいくようになってからでいいと思いますよ。筋肉マッチョなキャラクターとか、あるいは美少女キャラでもやっぱ筋肉まで意識して描けるようになりたいと。でもだからね、もう自分の好きなアニメの絵を見ながら描きましょう。絵の基本イコール、なぜか、筋肉骨格デッサンパースっていう風に考えがちなんですけど、それは基本じゃなくて途中過程と言ったらいいのかな、なんですよ。どっちかっていうとね、むしろスタートラインって自分が描きたいと思う絵の模写から始めてほしいんですよ。でそれをやってった先で筋肉骨格、パースなんかのですね要素でつまずくことがあるでしょうよ。その時に初めてそういう本を見てほしい。なんでって言ったらですね、あんまり自分の好きな絵じゃないものをいきなり描いて楽しいかっていう問題があって、僕もルーミスっていうのがね僕の時代はありましてですね、ルーミスすごいいい本なんですよ。なんだけどそれはちょっと書いたぐらいです。最初の頃はやっぱりアニメだったらアニメ、漫画だったら漫画、イラストだったらイラストって自分の好きなジャンルの模写してほしいです。というのもやっぱりその教本自体を学び取るだけの、目と手がまだ鍛えられてないんですよ。早く上手くなりたいから難しい大学の赤本を並べてみても無理なんですね。それね、何が書いてあるか分かんないからねそう本当マジで。なので無理なく続けることに集中した方がいいです。例えばね、僕筋トレとかさやるときに正しいフォームで正しい頻度で正しいような感じでやれば最大効率で最大のなんか筋肉がみたいなさあんじゃん。それは中級者の人がやりましょうねってこと。それは慣れた人が
最大効率を考えるべきなんですよ。まず初心者は効率なんか考えるなですよ。続けること以外考えちゃダメというか、自分が今できること以外考えちゃダメ。そもそも模写が自分にとっては向いてないとか辛いとか合ってないって思う人はやんないでいいと思うんですよね。なので僕最初やってた模写なんて本当模写と言えないような見ながらふわっとした感じでした。でそれが本格的にちゃんとしたアニメ作りたいなって本当に思うようになってからちゃんと模写を始めたんですよね。だから自分のタイミングってみんなあるから、多分後でめちゃくちゃ役に立つかもしれないから今はちょっとしんどいかもしれないねっていう話ね。その練習がいいんですか悪いんですかじゃなくて、まだちょっと違うかもね、早いかもねとかね、それ後で参考になるやつかもねっていう風に、その人その人によって、一生いらないスキルかもしれないし、後で必要になるスキルかもしれないし、ね、それはその人その人によって違うんですよ。なんか役に立つから勉強するんじゃなくて、脳みそが気持ちいいことやろうっていうのが僕ですかね。その旅行ってさ、その先に行くことだけが目的じゃなくて、その途中過程っていうのかな、その旅行の途中も楽しくないと意味ないじゃないですか。1年半自分で自主アニメをして絵が全然上手くないことが積み重ねとして大事なんですよ。これをしないでですね、その結果として上手くなった時の絵の練習の仕方だけを皆さん真似しようとしないでください。そうすると多分つまんないです。辛いです。だからあくまで自分なりにやってみて書いてみてね、自己流でやってみて全然書けないぞっていう時間を過ごしてほしいんですよ。これ大事なんですよ。じゃないと模写すりゃ上手くなるってさ、何の模写すんので、あなたは何が上手くなりたいのっていうのがない状態で模写だけしてどうすんですかって話なんですよ。僕はアニメが上手くなりたかったんです。あなたは漫画が上手くなりたいかも。アニメだって動かない、そのなんていうのかな、日常芝居系が上手くなりたいのか、それこそアクション、が上手くなりたいのか、エフェクトが上手くなりたいのか、いろいろあるでしょ。キャラクターだって線が少ないのか多いのか、美少女キャラなのか美青年キャラなのか、自分がどんなのが好きでどういうものが上手くなりたいかがよく分かんない状態で模写しても実はそんなに意味ないんだよね。練習のための練習みたいになっちゃうっていうか、だからどれを何をしてるかが楽しいかっていう基本がまずは大事なんだよね。でそもそも考える必要がなくて、どの程度自分はそれに没頭できるのかできないのかって、それでいいんじゃないかなと思うんですけどね。